おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。今日はですね、2点取り上げますけれど、いずれも、これが原因ですというふうには言えない、わからないご質問ですね。に対してお答えをしていきます。まず最初1点目。ピッチの悪いギターはリフレットで治りますか？リフレットでは治らないと思います。多分要因は他にあると思うんですよね。まず最初にフレットの溝の位置について簡単に説明しますと、スケールがあります。で、そのスケールに対して、1フレットはここに、2フレットはここの位置、3フレットはここの位置っていう感じで計算式があって、その位置通りにフレットの溝は切るんですね。で、今の時代はフレットの溝は一気に機械で削ってしまうので、まずこの位置が物理的にずれるっていうことはないんですよ。で、昔のギターに関しては一本一本手作業で切ってたので、場合によってはかなりずれてたりすることっていうのもあるんですけれど、今の楽器に関しては溝の位置が物理的にずれてるっていうのはほぼないと思います。この質問者さんのギターもこういうそのフレットの位置が物理的にずれてるっていうことはないというふうに仮定した上でお話をしていきますね。おそらくこのピッチの悪いっていうのは、要はチューニングをしても、音程が狂いやすいだとか、なかなか安定しないとか、そういうことをおっしゃってると思うんですね。で、リフレットをしたからといって、それが治るかっていうと、治りません。で、考えられることとしては、原稿がかなり高い。オクターブの調整が、原稿が高ければ高いほど、オクターブのサドルの位置っていうのは後方にずらさないと合いませんから、その部分で音程が合わないとか、あとはショートスケールのギター。スケールが短ければ短いほど抑える時の力を気をつけないと、いつもの感覚で抑えてしまうとすぐ音程が変わります。トラベルギターとかそういうのは、結構そういう風なものが多いですね。それはショートスケールが短いことによって起こるんですけれど、で、あとは、ナットの滑りですね。弾いてる時にチョーキングとか、ベンドとかした時に、ナットの部分で弦の滑りが悪いと、ここで制限されてしまって、ベンドしたはいいですけれど、その後にもう一回元の位置に戻らないがために音程が狂いやすいっていう、そういうケースもありますね。で、あとはそうですね。ものすごく低いフレットが打ってある。摩耗してしまって、かなりペタペタのフレットに慣れてる人。そういう人が新品のフレットに交換してとか、もしくは新しいギターに交換した際に、フレットの山がかなり高くなりますよね。で、そう高くなると、今まで押さえていた力加減で押さえると、今までは指板の部分にこの指の腹がすぐついたので、それ以上押さえ込んでも音程は何も変わりませんけれど、フレットの山が高くなることによって、その感覚で押さえてしまうと、かなりグッと押さえつけることになっちゃうんですよね。その部分で音程がシャープしてしまうとか、いろいろ要因は考えられるんですよね。あとはすごく、あんまめったにないですけど、メイドインチャイナとか、作りが良くないギターは、今そんなないですけど、ネックとボディのこのボルトのジョイント部が結構いい加減でガバガバだったりするんですよ。締め付けも甘かったりすると、ジョイントのこの部分で完全に固定されてないがために、例えばアーミングしたりとか、ちょっとね、派手な動作とかボディとかネックをこうやってやると、すぐネックがグキグキって動いてしまって、それでチューニングが安定しない、狂いやすいっていうのはありましたね。そのぐらいかな。今日いい天気ですね。いつもこの動画朝撮ってるんですけれど、ちょうどお向かいさんのね、ガラスにね、朝日が反射してね、気持ちいいんですよ、この
朝のこの時間帯はコーヒーを飲みながら、今週の動画は何を喋ろうかなというふうに考えてるんですけれど。はい。ということで、まとめます。ピッチの悪いギターはリフレットでは治りません。治らないと思います。で、要因は他にあると思いますね。で、そうだ。一番最初にお話ししたこのフレットの溝がもし物理的に違ってるっていうことだとしたら、位置が違ってる溝を一旦埋めて、もう一回正しい位置に溝切りをして、それでリフレットすることによって改善はしますね。ただ、最初に言った通り、その可能性は少ないと思うんですけどね。それこそ、まだ一本一本本当に手作りで作ってる時代の楽器であれば、たまたまフレットの溝の位置がずれてるっていうこともあります。前ね、T スクエアの安藤さんの楽器をお預かりしたことがあったんですよ。で、その時に明らかに溝の位置が全然違ってたので、それを一旦溝を埋めて直したことはあります。エレキギターとかベースに関しては、本当に片手で数えられるぐらいしか経験はないですね。実際にフレットの位置が物理的にずれてたっていうケースはそのぐらいしかないです。はい。では次。いつもためになる動画をありがとうございます。ギルドのエレアコのブリッジピンがビビり出してきたのですが、原因がわかりません。ブリッジピンの劣化かなと思い、デフォルトの樹脂製からブラスや牛骨に変えてみたのですが、ビビりが収まりません。ピン穴とかブリッジそのものに原因があるのでしょうか。よろしくお願いいたします。アコースティックギターのビビりに関してですね、これも厄介で、いろいろ要因は考えられます。ご質問にあるこのブリッジピンがビビり出してきたっていうのが、本当にブリッジピンの部分がビビりが出てるのか否か。まずそこなんですよね。経験上、初見でね、ここかなっていうふうに思ったところとは、全く違うところがビビってたっていうことが結構あるんですよね。判断が難しいんですよ。ブリッジピンの部分で変な共振音がする。考えられることを言いますと、こういったケース。本来正常な状態っていうのは、弦のボールエンドっていうのはこのような位置ですよね。で、ところが、ボールエンド部分、要は弦がかなり奥の方まで差し込んでしまって固定したがゆえに、この部分で弦が少し共振してしまって、ブリッジピンと当たって、ビビリ音が出てた。で、そういうケースがありました。手を突っ込んでみて、該当するブリッジピンをこの指でつまんであげます。そこで共振がもし収まれば、そこが原因ということになるので、ブリッジピンの部分でなんか共振してるんじゃないかなっていうふうに思った時に、もう一個疑ってほしいのは、ブリッジサドルですね。ブリッジサドルの弦が乗っかる頂点の部分が変な風に削れていたりすると、そこの部分でビビリ音が出るってことはよくあります。で、あとは、ブリッジピンの穴に対して、ブリッジピンが緩い。ガバガバな状態だと、このケースはね、でもね、あんまりないんですよね。それが原因でビビるっていうことは。なぜかっていうと、ブリッジピンっていうのは、弦のボールエンドの部分とギュッと強くくっつき合うことになるので、たとえそのブリッジピン穴が広くても、その部分でビビりが発生したことっていうのは、あまりほとんどないと思いますね。このご質問者さんの場合は、ブラスや牛骨に変えてみたって書いてあるんですね。で、それでも、ビビりが収まりませんっていうふうに書いてあるので、多分ね、これも他に要因があるんじゃないかなっていうふうに思ってます。先ほどご説明した通り、ブリッジピンだと思ってたのが、全く違う場所のビビり音がそういうふうに聞こえてたっていうケースが多いので、多分ね、他がビビってる、共振してるんじゃないかなと思うんですよね。アコースティックギターの場合は、トップのブレーシングとか、
あとはバックのブレーシングとか、剥がれることによって、で、共振してビビりが出るっていうことももちろんあるんですけれど、あとね、結構盲点なのが、この指板が乗っかってる部分。ここの指板が乗っかってる部分っていうのは接着されてるんですね。接着が甘かったり、経年劣化によって少しこう剥がれて浮いてきたり、内部にこの空間とかができたりすると、このね、指板の部分とこのトップの部分で、ここで共振が起きるんですよ。ジリジリジリとか、ビリ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 っていう音がすることがたまにあります。こうバーンと引いてビリ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 って言ってる最中にここの指板面を指でこうグッと押さえてあげると共振が収まるので、ここはね結構盲点なんですよね。で、それでも治らない場合、もうこれは本当にそれこそ30分とか1時間原因究明にかかることもザラにあります。まあもちろん最初に、ブレーシングが剥がれてないかとかってそういうのは全部チェックするんですけれど、サウンドホールから手を突っ込んで、もう逐一こういう端っこの部分をグッと押さえてみたり、いろんな箇所をこうやって手で押さえつけたりして、で、押さえつけて、ビーンって弾いて、弾ければいいんですけどね。腕が邪魔になってしまって、全然ダメなこともあるんですけれど、そういう場合は、こんなようなクリートパッチを接着する際に使う、孫の手みたいなね、こんなようなもので、ぐっとこう押さえつけながら弦を弾いてみたりとか、いろいろやります。あとは、ブリッジの接着がこう少し剥がれてたりとか、そういうことによって、このような共振音というかビビリ音が出るってことはあんまりないですね。あんまりないというかほとんどないですかね。で、あともう一個。もしこのビビリ音が開放でだけ気になるんであれば、それはこっちは関係ないですね。ナット側に問題があります。まあこれも最初の質問と同じように非常に見極めが難しいケースです。この方が私の工房からお近くなんであれば、ぜひ一度ね、持ってきていただければ状態を見てみますけれど、なかなか難しいですね。こういうケースは。はい。そんなところでございます。はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。